こんばんは。12月13日金曜日、13日の金曜日、20時のコマリンライブ開始します。よろしくお願いします。13日の金曜日怖いとか言って通じるの今時あんまりなさ、もう今の若い子に通じなさそうだよねっていう感じで今日もまったり作っていこうと思っておりますのでよろしくお願いします。今日制作するものは前回から予告していた通り、じゃじゃーん、こちらのセリアにあったレジンクラフトレジン封入シール海、これね全部で3色展開らしいねんけど、私が行った店では赤と緑しか売ってなかった。そして販売は今年の夏から売ってたらしいけど、先週初めて見つけたもんでね買ってみました。見えるかな、こちらをピントが合わない、こちらをやってみようかなと思っております。ということで早速ですが手袋、今日は真冬だけど海海です。ちょっと久しぶりかな、海塗りするの。そうそう。で、タイトルの通り、これを作りつつ、私も似たものを海塗りで作っちゃおうかなって思ってる。なんか違いあるかなって、比較しつつ、作ろうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。ぐぐぐっと、こうした方が見えるかな。で、今日もまったり作っていきますので、作業のお供などにぜひぜひお付き合いください。海塗り対決でいきますよ、今日画面の明るさどうやろ、また調整とかしてみたんやけど、明るいとかあったらまた教えてくださいね。前回からパソコンが変わって、カメラは変わってないねんけどな、パソコンが変わったのでいろいろ変わったかもしれないコマリンライブでした。ということで今日は何をするかっていうと、このシートをまず出そうか、とりあえずね見てみようか。多分ねシート出してみないと透明度とかわかんないと思う。で裏に書いてあるねん、説明がこんな感じで、1層目カラーフィルムシール、2層目波模様シールとかって書いてあるね。この手本とかめっちゃ可愛いねんけど、ブルー使いたかったな。グリーンとピンクしかなかった。で、早速たくさんコメントとスタンプもありがとうございます。こんな感じなんや。何かに何かが貼り付いてないかな、違う？結構ね、マット感のある感じ。質感わかるかな？で、一回コメントを読みたいなと思って見てますが、手袋褒めてもらえてる、やったー。ね、こんばんはって来てくれる方もお疲れ様です。金曜日だよー。明るくて見やすい、よかった。これさ、なんか端っこの方が透明やけど特にめくるとかないやんな。めくるんかな、あれ？いや、めくるじゃないかな。めくるっぽい。ちょっと待って。めくる！めくるやつだ。しかもこれさ、なんやろ、シェイカーの蓋に使えそうな薄さやねんけど、めくりつけるやつだった。こっちか、マットだな。こっちか、粘着じゃん。まさかのシールだった、シートってより。粘着タイプだ。あれとなると作り方また変わるぞ。予想しとったんと違う質感やった。違う作り方しなきゃな。シールやった、まさかの。で、こっちがみんなが画面見やすいって言ってくれてる、よかったね。金曜日流れが早いですねって、ありがとうございます。たくさん来てくださってね。また無理なくお付き合いいただけたらと思っております。で、先週かな、抽選販売したんですが、それが届いた方も到着報告をしてくださってありがとうございます。またもりもり作ってますので、ぜひご応募ください。思ったより濃かった。この中に入ってる時すごい薄く見えとってんけど、結構濃い模様だった。
で、こっちもまさかのシールじゃないか？いや、シールやけど、もう貼っちゃったら、気泡が隙間に入る問題とか出るから、固める前のレジンに沈める形式でいこうかな。あ、こっちもだ。こっちもシールだった。これもしかしてさ、レジン用じゃないものをレジン用に流用したんじゃないかなってちょっと思うんやけど、違うかな？普通のフィルムの方がレジンには使いやすい気するねんけど、シールでしたね。ということで、シールなので、それも考慮しつつ作っていこうかなと思っております。あ、猫好きちゃんの声聞こえたかな？今日も元気いっぱい。下の階にいるけど声でっかいから聞こえるかも。でね、まずやりたいことは、いやー、模様だいぶ細かいな。この大きさにさ、この海塗りしたら細かすぎて気持ち悪いんちゃうかな。海塗りって結構波模様の大きさが大事やねんけど、これ気持ち悪いよね、多分この大きさに、この細かさの波にしたら。こっちの方がいいんかな。ちっちゃいものに向いとる気がする。そういう問題もあるよね。でも私、海塗り大きい方にしたいんだよね。でも同じものを比較しないとダメだよね。じゃあこの真ん中のやつでやってみようかな。そうなると、まず真ん中のやつの型を取りたいんで、シート切る用のね、ここにざーっと、とりあえずイランレジンとかで全然いいねんけど、そこにビャーって流して、一回型を作ろうかなと思いますよ。こんばんは。お疲れ様です。今週も1週間。レジン封入シールと書いてありますよ。ほんまや、シールやん。気づくの遅いっていうか、私、今回やっとこの裏の説明書初めてちゃんと読んだのに、シールってとこ見逃してた。そっか、シールなんだね、そもそも。いやー、でもレジンに貼り付ける。なるほどね。レジン液、シールなのでレジン液を。まあ、よくわからんけど、とりあえず自分が良さそうだなって思う方法でやってみようかなと思います。シールでした。でも、海塗りが苦手な人には救世主的なアイテムだよね、きっとね。んで、これをグリリリリリと広げまして、でも気泡とか入ってていいんでね、とりあえず型取るだけなんで、これを硬化します。あ、この模様が袋から出したら急に濃くなってびっくりしたな。さっき子供病院連れて行ったら見事にインフル A でしたって。私も寒気がすごくて、まさかインフルと思いつつ、毛布にくるまって見てますって。大丈夫？寒気はね、多分、もらってそうで怖いけど、とにかく早く復活しますように。インフル今から増えてくるんかな？お大事になさってくださいね。コロナもインフルもまだ多いね。そしてこんばんは。見れる間だけ見せてもらいます。ね、今日はきっとママさんズが忙しい時間だと思いますが、ぜひぜひお付き合いください。もうすでに眠たいですが、寝落ちしないよう頑張ります。ね、金曜日はね、寝落ちする方めちゃくちゃ多いんだよね。まあ、寝落ちしたらまたアーカイブで楽しんでみてくださいね。で、1分でいいか ?1 分ぐらい、もう1回1分で。とりあえずこの型ができるじゃん。ね、で、シートも聞いたいんやけど、ちょっと先にさ、色作っていいかな、色。気泡問題とかあるからね。とりあえず型を作ったじゃん。定期便とかね、作品の到着報告もありがとうございます。やったよー。夏に私は海塗りのズルシートと言っていました。だって、確かに。でもさ、結構海塗り用のモールドとかも出てたよね、夏にね。海塗りっぽいのが作れるモールド、もはや海塗りができない人に持ってこいみたいなやつ。結構今年の夏出た気がする。インフル増えてきたよね。で、色も似た色にしたいから、量こんぐらいかな。
ちょっと作ってみようか、頑張って。黄緑から。いや、どこの部分使うかでまた違う気すんねんけど。まあ、自分で作れることをいいことに、ちょっとだけこっちの方がグラではっきりめにしてみよう、私のやつの方が。グラではっきりめにしちゃおう。とりあえず黄緑っぽいやつ入れるじゃん。で、片方だけ青混じりにしたら似たような色にならんかな。これ混ぜてみる。青入れた。んで、まず色から作りましょう。先週の土曜日、無事に息子の結婚式終えましたって、先週ね、明日結婚式だって言ってた方じゃない方だよね。息子の出生体重のクマのぬいぐるみもらって感動って。うわー泣けるー。そうだよね、生まれた時から結婚し、巣立っていくところまで、ね、無事育児をされたということでね、そういう意味でも感慨深いよね。おめでとうございます。パパパパパパパン。結構今すでにもう寝そうになってる方結構いると見た、これ。咳が止まらず病院行きましたって。大丈夫かな？風邪かな？とにかく寒くなってきたんで体調崩す人も熟中って感じで気をつけたいよね。私はもうね、一日中ヒータースイッチオンにしてる。で、たまに、でもジョギングとかしてるからさ、行った時寒って思いながらしてる。うわー、色の濃度も近づけたいな。もうちょっと緑かな。なんかそっくりに作りたい。対決ってより似たようなの作りたい気持ちがあるって感じ。似たようなのできんかな。そっくりさんみたいな。こんばんは。私は人生で一度もインフルにかかったことがありませんって。すごいよね。いや、実はね、私の旦那もそれなんだよな。一回だけ、今まで出会って一回だけ、コロナ、一昨年やっけ、コロナにかかった時だけ初めて発熱しとったけど、その発熱も38度ぐらいやって、インフルも家族全員かかっても旦那だけかからんかったり、なんやろな、かからない体質ってのがあるっぽいなって思ってた。でもコロナだけはかかってた。で、普段熱出ないからさ、38度出るだけでめちゃくちゃ振動があっててさ、そういう問題もあるんかと思って、私結構40度を頻繁にではないけど、年に1回か、2年に1回ぐらい出すもんで、一応慣れてはいるねんけど、慣れてないとちょっと熱が出るだけでめちゃくちゃしんどく感じるらしい。そんな問題もあるんだなって思ってた。でも見てる感じ、今体調不良の方多いっぽいな。咳出てる方が多い気がする。なんか流行っとんかな、咳風邪が。気をつけてこうね。ご機嫌うるわしゅーって。やっほー。こまりさん、着色剤が綺麗に混ざらないとき何かコツありますかって。ぶっちゃけ着色剤が悪いと思うんだよね。薄めてあるやつとか、なんやろな。着色剤の混ざりやすさは質だと思うからね、着色剤の。まあ、頑張って混ぜるか、もう変えた方がいいかもしんないよね。こう見てもらったらわかる通り。これ高いんやけど、めっちゃ早く混じるよね。多分質の問題かなと思うけど、他になんかあるかな。頑張って混ぜると気泡も出るし、安いやつをやと放置しとる間に分離してくるで、そういう問題もあったりするよね。できましたね。で、これをちょっと置いときつつ、こっちのやつで、型取り？もうさ、どうしようかな。なんかレジンついちった、シールに。こう。私もインフル1回しかかかったことないな。真剣に死ぬかと思いましたって。そうだよね。普段かからない方はね、逆にかかった時の、そうなっちゃうっぽいよね。どうしようかな。もう貼り付けて切るか。いっそ。その方が簡単か？
うわ、どうしよう。ちょっと待ってよ。いやでもこうやってやると気泡が出るはずだから、液入れてからシール沈める方がいい気がするから、やっぱこれはただの型だな。もうちょっと近づけようか。いやー、コロナになっちゃってる。ご家族がなっちゃってる方もいてるね、やっぱりね。とりあえずさ、カットしようか、とりあえずこれを。ペポッと置いといて。皆様お久しぶりです。先週40度の熱が出てコロナもでもインフルでもないのに4日寝込んだ。40度出るとね、私2週間後引いたよ。何年か前に40度出た時。しばらくちょっと動くだけですぐ疲れるようになったりするよね。お大事になさってくださいね。ニコスキちゃんが走りながら階段を登ってきた。みんなのコメント見てる感じ、やっぱ体調不良の方多いな、今。いや、もうなんかこのままいや、でもやっぱり気泡入っちゃうもんな、シール。そのままペタって貼るだけやと。これさ、レジンに沈めちゃおうと。待って、穴の部分あるじゃんね、よく考えたら。で、穴の部分ね、とある方法でごまかすつもりない。ちょっとカットしとくね、こんな感じで。で、何をやりたいかっていうと、ペポッと置きます。ペポッと。こうさ、薄く塗っちゃって、ここにシール沈めちゃあかんかな。この方法の方が気泡できんと、気泡ってかシールの隙間に気泡が入らんと思うねんけど。まあ、やるだけやってみるね。シールでっかいからダメやったら作り直そう。うわ。こんな感じで。これの方が気泡入んないと。あ、ちょっと待って。雑に切ってる場所がある、端っこに。ここはぴっちりすっきりしたい。いいかな。おー。でもう沈めちゃっていいと思うんだよね。沈めるのは無理だからなんか軽く押さえとくって感じで。で、この辺まで広げ。この状態で一回硬化したろっかなって思ってる。んだけど、ちょっと待ってよ。ここの空気を取りまして、で、こっちもいっちゃおう、こっちも。似たもので、ちょっとずるいからグラデにしちゃおう、自分のやつは。私のお母さん来てる。お疲れー。私のお母さんもインフルならない系だったな、そういえば。お誕生日の方いるかもしかして。皆さんこんばんは。来週誕生日なので日曜日にお誕生日会をしますって来てくれてた。くす玉パンダ。おめでとう。日曜日ってことは、あさって誕生日会かなねえ、楽しみだね。ケーキ食べたい。よーし。で、私も色を流そうと思うのですが、ちっちゃいモールドなんでも、筆でちょいちょい入れでいいかな。似た色になってると思うねんけど。ただ濃度がね、若干違う気がするから、なんとか近づけたいな。いや、流しちゃった方がいいか？いや、こうして、ここにドバーンって。ドバーン。これ流しときます。濃度。一回こんぐらい流して、上に黄緑入れたい。病院内でも外来でもコロナインフル流行りまくってますって。もしかして看護婦さんかな？こまりっこさんね、看護婦さんめっちゃ多いんだよね。いやー、病院勤めてたらそういうのわかるもんね。今流行りまくってるらしい。気をつけようね。私もかかりたくないな。せっかく週3やっとるジョギングが止まっちゃう。それにかかったらね。もうかからないように気をつけながら行きたい。いやでも家族全員かかったりしたらもうどうしようもない時とかあるよね。
で、これを、伸ばし伸ばしして、グラデにしちゃおう。ずるいでしょ、私。手作りだから、こっちはグラデにしちゃうよーんって感じ。グラデにします。でも、ここの色結構似てるよね。ちょっと息多すぎたかな。こっちの方が濃いか。んなことないか。トントコトントコグラデにしていきます。お誕生日さ、他の方見逃してないかな、私ね。みんな一緒にお祝いしてくれてありがとうございます。めでたい。誕生日の方また教えてね。でも見逃してたらごめんね。後から全部チャット読み直してるんで、反省しておりますよ。見逃してる時結構あるんでね。で、まあ、これさ、海縫いするからこの上に。結構適当でいいんだよね。とりあえず角の気泡だけ取りたいかな。この辺、ここ、私の視界の部分が濡れてない。ちょっとこの辺雑になっちゃった。まあ、いっか。角の気泡を取りたいのと、あと、角の気泡以外のこういうところの気泡は割とどうでもいいかなって思ってて。海塗りって海の中だからさ、泡あってもいいじゃんね。角のやつは欠けちゃうからね、ボコって取っときたいけど、まあ、この辺のやつに関しては割とどうでもいいかなっていつも海塗りの時結構ね、雑にやってる。泡あっても可愛いかなーって感じでやっております。今日さ、プレゼント当選した人、この2個いったらくどいやんな、似たようなやつ2個来ても。ね、こんな感じになりましたね。でもこの時点でもう模様ついてるからちょっとずるいね、今思ったけど。可愛い。しかもなんか色も可愛いじゃん、こっちの方が。黄緑がおかしいかな。今、パッて見比べたらこっちの方が可愛くて、青もっと入れた方が良かったかな。こっち緑っぽいじゃん。気づくの遅っ。しかも最初からさ、この模様が、こっちを意識しちゃったんだな、私、こっちの黄緑の方。最初から模様ついてるのずるい。もうちょっと近づけようとしたら、青いるな、青。いや、それか、濃度下げるか。違うな。ここをもっと侵食させて青成分濃くして、ちょっと待ってよ。ガチで近づけたいと思ったらもうちょっと頑張らなあかんわ。もうちょっと青成分いる。青。あれどこ行った青。目の前にいた。こんばんは、初めてスタートで寝てしまいましたって。にゃー、疲れてるんだよー。お疲れ様です。いや、金曜日見ながら寝てくれる方みんな疲れてるんやろうなっていつも思ってるねん。我が家の息子もインフルでダウン中です。クラスの半分がインフルみたいですってやばいね。移りまくっちゃったね。ってことはもう学級閉鎖、カウントダウン開始ってかなんなら今なってるんかな。大変だね。もう早く。よかったじゃん。クリスマス前になってよかったよね。クリスマスになっちゃうとやっぱりお子さんやと寂しいっていうか悲しいやろうで。今なっといてよかった。とりあえずワンチャンポジティブに考えとこっか。今何日 ?13。全然まだまだクリスマスまで全開になるよね、きっとね。無駄なポジティブやっとこう。ってことで、ちょっと青を入れて近づけようとしたけど、濃度が違うなーって思ってるんだけど、まあ、いっかー、とりあえずやれば。青を入れてみた、ちょっとだけ。で、これを硬化したいんだよね。ただ硬化する前に、ここ取り除きたい、この汚いとこ。ね、これで一回硬化しよっかなと思っておりますよ。やっぱここの黄緑おかしいな。やらんのかいまだやらんのかーい。ちょっと待ってよ。ズルしよう。さらにグラデにしちゃおう。クリアを入れて、で、そう、インフルが増えてるらしいっていうかさ、あんまりテレビとかで言わないよね、増えてても。夕方のニュースとかでちょっとだけ言ってるんかな。割とここのコマリンライブの全国の報告で把握するよね。あんまテレビ見なくなったせいもあるけど。
こんぐらいにしとこう。ちなみにね、この後ここにね、砂置くでね、あんま意味ないんだよね。砂が出てきます、この後ね。で、今日使ってるものの材料は概要欄に貼ってるんですが、いつもは100均界のシェイカーとか作る時の材料を貼ってるんだけど、今日は海塗り会用の材料を貼ってるので、気になるアイテムが出てきた方はチェックしてみてね。この後出てくる星の砂なんかも購入先を貼っております。これでやっとこさ一回固めよっか。時間かかりすぎだ。ここまで。ということで、どっこらしょっと。うちの、ね、上下ライトの方で硬化しようかと思います。明るいかこっちやろ。今見えとんねんけど、私今ね、高粘土レジン切らしてるからね、今日星の雫で海塗りしようかなって思ってるんだよね。あ、明日お誕生日の方がいてる。おめでとうございます。何人か見えるかもしかしてね。私が呼んでないうちに。今日の金曜ロードショーはクリスマスのアナ雪と美女と野獣ですね。2本立てってことなわけないか。今日なんやろ、先週もアナ雪やったやんね。昨日誕生日でした。お寿司とケーキ買って一人でひっそりお祝いしましたって。いいじゃん、贅沢誕生日じゃん。おめでとう。そして明日の方もいると見た、このみんなのコメントを読んでる感じ。今くるくる脳トレしてる。脳トレ。動体視力鍛えるのと脳トレしてる。学級閉鎖を着てる方いっぱいいるね、やっぱり。見つけた。こんばんは、明日誕生日なので頑張って初コメしてみましたって。ありがとね、初コメ頑張ったね。おめでとう。ね、ぜひぜひまた何かあった時は教えてくださいね。ありがとうございます。わ、学級閉鎖の方めっちゃ多い。やっぱ流行ってるんだね、今。大変だね。気をつけてこっか。こんばんは、今週もお仕事頑張りましたって。お疲れ様です、1週間。からのこんばんはって来てくれる方もね、他にたくさんいた。ありがとうございます。1週間お疲れ様です。ね、何分ぐらい固めたっけ？ね、こんな感じになりましたね。どうしましょうね、こっから。で、いや、後で一回切るの。この次にしたいことは、砂置きたい、砂。ここに砂置きたいんで、レジンをこんな感じ。こっちに、どうしよう。いや、もう一回全部いっちゃおう。立体感出すために。全部いっちゃおう、珍しく。厚さ 1,2 ミリぐらいになるようにレジン液を流しまして、広げた後に砂浜作ろうかなって思ってる。ちなみにさ、今日このピンクマットない方が見えるんじゃない？どっちが見やすい？ピンクマットあり、なし。なしの方がワンチャン見やすい気するねんけど、気のせいかな。ちょっとなしで言ってみて、ピンクの方が見やすいって言う方もいたら考えよう。これまず広げる。アナ雪と美女と野獣のクリスマス物語。普通のやつじゃなくてクリスマス用って感じのやつなんかな、今日。ね、もし、テレビもスマホも両方見てる方がいたらまた実況してね。とりあえず広げるじゃん、液。なしの方が良さそうやった、やっぱ。オッケー。じゃあこっちでやっていきましょう。体調悪くなってる方やっぱ多いね。悲しみだね。健康はやっぱり一番だよね。なんか辛い悩みとか嫌な人とかさ、社会に出てるといるけどさ、体調を崩すとやっぱそういうやつどうでもよくて、やっぱ健康が一番大事だなって改めて思うよね。一回広がったところで、このつぶつぶ星砂をね、この端っこだけにやりたいんだよね、今日。ちょっと一回雑に広げた後に、そこら中に、ふりかけみたいにそこら中に、雑に広げた後に集めていきたいね、端っこに。机にパーンって
散らばっちゃった。見てたら海のりやりたくなるでしょ。もう関係ないよ、真冬だろうと。この汚いやつ取らなきゃ、これ。ダニみたいなやつ。これは取っとこうね、キモいから。星砂ね、リアル星砂だから色々入ってるからね。これ取っておいて、この辺のも回収しよう、もったいないで。この一粒一粒大切に。これも回収し、このね、端っこをね、砂浜にしたいって感じだよね。白ごま出た。白ごま出た。これ白ごまに見えるらしい、ライブ配信やと。白ごまいっぱいあるで。おにぎりごまみたいでみんなお腹空いていく。端っこに砂浜作りたいから集まれっつって。みんなおいでー。端っこの方来てね。ここにこうなる感じに設置しよっかなって思ってる砂浜を。とりあえず集まってもらう。で、ちょっと広がってきたりするねんけど、逆に広がってくれても、リアル星の、リアル砂浜って感じやでいいと思う。よっと。で、こっちもこんな感じでね。これやればさ、シートを大胆にカットしちゃったけど、砂浜で、裏から見たらちょっとかっこ悪いかもね。そのこと考えてなかった。ここを波っぽく切った方がマシやったかもしれん。この穴の形切るの大変やなって思って避けちゃったんやけど、裏から見るとちょっとダサいかも、ワンちゃん。こっちのシートバージョンは。それ考えてなかった。もうちょっとかけたい。わー。ちょっと雑すぎる。わー。このさ、謎の形かわいいね。一回過去のライブで盛り上がってんけど、これ、ワンちゃん生き物っぽいよね。違ったっけ？これなんか、サンゴの死骸とかって、生き物やった気がして、若干夢壊れたよね、昔、過去のライブで。ガチョーンみたいな。そんなこともありつつ、可愛いからいいでしょって感じで使いましょう。で、これで一回硬化したいよね。だからこの辺のさ、一層目が縮んだとこの気泡取っときたいかも。硬化するということは。で、この後に海塗りシート貼ったり、海塗りもしようかと思ってる。ただここに、いけるかな？貼れるかな？ピチョって。だからこの辺の気泡だけ取っとこう。ちょっと液量多いかって思うんやけど大丈夫かな？若干減らすね。こっちが液量多い。亀みたい。亀の甲羅の色に似てるかも。ってか、こっちの柄とかも若干亀っぽさはあるよね。明日朝5時から仕事なので失礼しますって言ってる。頑張ってね。ありがとね。早く寝なきゃだね。いつもコメントもありがとうございます。アーカイブでね。で、これをギュッギュッと詰めて硬化しようと思うんだよな。ここしっかりめに詰めとかないと隙間ができればね、背面見えたくないから。で、すぐ固めたいからアホライトの方がいいね。アホライト持ってこよう。アホライト。ちょっとこれ画面で見るとつぶつぶ恐怖症の人がちょっときついかもしれん、この砂浜。あんましっかり見ないで、つぶつぶ恐怖症の人。で、ちょっと砂浜がさ、枠を超えちゃってるんだよね、このフレームの高さを。そこも押さえつけときたい。後でどうせ盛るでええねんけどな。これで硬化しようと思ってる。アホライト来い、アホライト。星砂はサンゴの点です。やっぱそうだよね。過去のライブでもそういう話になって若干夢壊されたけど、でも形可愛いよね、やっぱ分かってはいても。謹慎とこ可愛ければよしって感じで。ちょっとこっちがね、うまいこと自分から見て逆さまになってうまく配置できてない気がする。もうちょっといるな、砂。なんかすごいブロックみたいなやつが混ざり込んできた。これでいいや。で、硬化しますね。いけ！つかない！
また接触不良か？そんなことやってる間に広がっちゃうんだよ、砂が。あれ？ガチでつかんな。あ、抜けてる。あ、ついた。急いで。ね、硬化しますね。いやー、やっぱり、体調悪い人もっといっぱいいた。出た、雷おこし。過去にさ、星砂を敷き詰めたものを作って雷おこしに似てるって盛り上がったよね。どこ行ったやろ？それまだ取ってあったはずやねんけどな。どこに入れとるやろ？出た。ほら、雷おこし。これ星砂を敷き詰めて作ったプテラノドンやねんけど、雷おこしみたいになってんね。ってか、なんだよ、ここに映ってるこれもキモいし、なんかこれもキモいし、全部キモく見えてきた。柄キモく見える病になっちゃった。ちょっとね、全部排除しよう。追いついてくれた方もありがとう。呼ばれたかしらって亀さん呼ばれたかもしれない。ね。で、こっからやっとくさ、海塗り。待って、白色作ってないじゃん、海塗りの。海塗りの白はさ、作りだめホワイトでいけるんじゃないって思ったけど、多分、ちょっとだけ濃度が足りないんだよな。ちょっと白足さなきゃダメな気がする。この作りだめホワイトを、本当にね、薄く塗るだけなんでちょっとしか使わないんだよね。これだと多分ちょっと、シートに似せようと思ったら色薄い気するねんな。ちょいっとだけ白足そうかな。いや、白なしでいけるかな。いや、どんぐらいやろ。濃度がむずいねんな、海塗りの。いや、これでいけるか？濃度変えずにいってみようかな。ベースの色も濃いし。白色の着色剤の比率というのかながかなり作品に影響するねんけど、ちょっと薄いかなって思いつつやってみるね。失敗したらもう一個作ればいいでしょ、ちっちゃいからね。ということで、まずはシートの方の三角を作ろっか。これもまたさっきみたいにペポッと貼って、ちょっと待ってよ、この辺かな、こうなるかな。こうペポッと貼って、一回ザクッと切っといて、やっぱり柄細かくてキモいんじゃないのこれワンちゃん。もっとちっちゃいもん作るのに使った方がいいかな。まあ出来上がってから考えようか、その辺は。雷おこしって美味しいよね。ちょっとねちょっとしてて。で、これをカット。ミスった。こうなるから逆じゃん。でもこう置いたらいいか。じゃあダメだ。なんか裏表ミスっちゃった。でも一緒かな、どっち向きに入れても。ていうか、もっと切らんと無理やんな、どう考えても。ちょっと待ってよ。なんか工夫したらちょうどいい気がする。いや、こう入れるからこうなるよな。なんか変な切り方しちゃったかも。ダメだ。ちょっと待って、作り直すね。やっぱおかしい。アホライトが好評だね。そのまま販売してほしいって私が全部手書きで書いたらいいかな。ちょっと待ってよ。砂の位置とか考えると。いやでも、レジン塗ったからどこまでいけるやろ。この辺までいけるやんな。こうか。こんぐらいいけんかな。こんぐらいでやってみよう。もう一回作り直し。さっきね、左右反転じゃないけど、間違えちゃった。左右反転してるやつ作っちゃった、さっき。作り直し。で、ここをカットしましょう。誰かがめっちゃスタンプ押してくれてる。ありがとう。見えてるで。
スタンプ何の意味あるんやろうね。盛り上げ要素とかあるんかな。何の意味あるんやろうねって、押してくれとんのに何を言っとるんか。じゃあなんかさ、他のアプリやと、ハートを押しまくると、おすすめに乗りやすくなるとかいうアプリもあんねん。YouTube じゃなくてな。他のライバーアプリで。なんかそういう要素もあるんかなってちょっと思って行ってみた。わあ、こうなるんか。もうちょっとここ。もうちょっとここが。こう。なんかなみとかにした方がいいのかもしれないけど。こっちシートバージョンね。やばいかも。キモいかもしんない。細かすぎて。どうなるでしょう。そうでしょ。私も最近にしたね。集合恐怖症の人大丈夫かな。耐えてね。なんなら、音声だけで楽しんでいただいても、もうちょっとさ、柄、倍ぐらいの大きさに印刷してもいいと思うねんけどな、個人的には。これに使ってちょうどいいぐらいかもしれん。でも、柄の出方っていうかね、どんな感じで海っぽくなるのかとか気になるで、とりあえず検証は続けるね。レジン流しまして、シールを沈めましょう。やべ、ちょっとでかい。ちょびっとでかいね。ちょっと待ってよ。1ミリぐらいはみ出してる。こっから調整すればいい。タミヤなんてね、日頃からレジンべちょべちょに慣れてるし。タミヤにやってもらって、もうちょっとちっちゃい気がする。これでどうや。ここだけ出てる。タミヤちゃんと後で拭いてあげるからね。やばい、カメラに触ってる。ちょっと待ってね。これでいいんじゃないか。でね、置くときにちょっと空気が抜けるように端っこからこう置くといいよね。お、入った。なんか濃くない？なんかだいぶ濃くない？そんなことないんかな。この後レジン流したら薄くなったりするんかな。なんか濃いよ。亀の甲羅みたいって言ったよね。あと、泡もやっぱ細かいよね。これさ、一回こっちだけ固めてみるね。いやでも外したらまた雰囲気変わるかもしれんし、とりあえず最後まで行こっか。この辺のはみ出してるとこもピンセットで取ってる横着だから。確かに、もう、ピンセットで持ってハサミで切るみたいなオペスタイルになってたね。こっちさ、一回固めてみるで。待って。ホライトでやればよかった。なんか動かしちゃったら、はみ出しちゃった、その辺に。ここにも気泡あるしね、よく見ると。気泡はいいんだけどね、別にね。これで一回固めてみ、あとこれキモいから取っとこっか。目触り。で、固めます。白色は避難して固めます。白い。やっぱりくっきりはっぱっきりになりますってね、もう持ってる方が教えてくれてた。私、袋に入ってる時すごい淡く見えたから結構淡々に仕上がると思ったら真逆だったなぁ、予想と。トライボーフォビアってあれかな、集合恐怖症の人のことのかっこいい呼び方みたいなやつかな。これぐらいやったら大丈夫かな。いやでも結構なんかくどいよ。大丈夫？で、続いて私の海塗りをいきましょう。で、今日は高粘土レジンを切らしてて、しかもおつつい買い物したのにその時買い忘れちゃったもんで、星の雫でいこうと思うねんけど、ちょっと今500ミリしか空いてるやつがないから、でっかいやつで頑張って塗ろうかと思う、これ。たまに猫好きの声聞こえてるよね。下の部屋からピーってなんか言ってるの聞こえるよね。私も聞こえるで。何しとんやろうね。
どうしようかな。海塗りをさ、こっちに寄せて細かくするかさ、それとも、細かくしんとこう。だって今日は当たった方に送りたいからね、なんか自分のベスト状態で作りたいから、やっぱ細かくはしんとくわ。で、白色をここに薄く流す。この朝食パレットからバーって流すと分厚くなっちゃうからね。筆流すのがいいぐらいちゃうかなって思う。で、全体に塗り広げまして、そして海塗りを久しぶりにやろうかな。久しぶりとか言って、実は今日一回練習しとるで、また後で見せるね、何作ったか。そして、ここに朝食棒も用意しておきましょう。これ後でね、点々作るのに使うんで。ちょっとアップかなふんわり海ってなんやろ。でも確かになんか私のといつもと違うよね。で、まずちっちゃい用の点をここにポチョッと垂らしておきまして、どうしよう、いくよ。わー、やっぱり薄すぎたかしら。いや、そんなことないな。わー、こんな感じで海を作っていきます。うわー、ちょっと感覚がちょっと寄せてみたで、狭めに作って。ほんまやったら私めっちゃこっちの下の方でっかくするねんけどな、海。で、このちびちゃんたちをここに作っておきます。あ、変な風になっちゃった。どうや？なんか全然色の濃さ違うね、やっぱり。白もうちょっと濃くした方が寄ったかもしんないけど、でもこっちの色、この淡さの方が可愛く仕上がると思っとんやけど、どうやろう。で、広がっちゃうんでね、急いで固めたいと思う。ちょっとこの辺下手くそやな。もういいか、これで。固めろ。はよ。固めます。白少なめにしないとね、ぼやっとしちゃう、海塗りが。海塗り動画出してるんで、海塗りのコツ動画。そこでだいぶ語ってるのと思うので、ライブじゃなくて動画出してるんでね、海塗り気になる方は見てみてね。どうかな？なんか、いまいち下手やった気すんねんけど。で、こんな感じになるじゃん。全然違う。なんか別物になっちゃった。こんなに白濃いと思わなかった。で、ここからまだね、やるんだよね、いろいろ。まず波作ろうか、波。で、こんな風に直白やって、直白をちょいちょい置いといて、大きいボトルだから大変だったね。てか、こんなちっちゃいやつ作る羽目になると思わんかった。ここまでシートの柄がこんな細かいとは思わんかった。でね、これね、クリアレジンを、やばい朝食パレット床に落とした。大丈夫かな？こうなってて、レジンが上に張り付いててセーフだった。危な。もう、ふわふわのラグがやられるとこだったよ。これね、ちょっとだけクリアレジンポチョンポチョン落としておく、ここに。ポチョンポチョンしておいて、で、謎の波でも作っとくか。波打ち際ね、波打ち際。こんな感じで。これ白だけでやったらすごい浮いてる感じになっちゃったもんで、最近クリアと混ぜるやり方してる。なんか、合わないかも、シートがパッキリしすぎて。波打ち際も機能しないって感じ。波打ち際が波打ち際に見えない。こっちは見えるんじゃない？ちゃんと。シート何もかも機能しない。これ、でも見えるか？一応。ちょん。見えるか？かろうじて。ギリギリのギリでセーフだった。もう、ラグマットにね、どんどこいろんなもの落としてどんどん汚れてってるねんけど、やっちまったかと思った、ついに。
波打ち際を作りまして、この後ね、装飾などをしたいと思うのですが、謎のさ、緑っぽいところも埋めときたいねん、今、波とともに。ね。で、もう一回固める。この白も固めちゃおう。一回水飲みタイムするか。シートだいぶ人工的だったね。寝落ちしそうになってきたって。お疲れ様です。じゃーん。やっぱり人工的カードをしても。いやでももしかしてさ、モールドから外したり、この後、クリアレジン流したら色薄くなったりしんかなってちょっと期待しとんねんけど。どうなんやろうね。で、続いてはね、こちらのセリアのネイルコーナーに売ってる風流なんですが、これをちょっと装飾したいと思うんですが、もうなくなりそうだね。私の方が自然、確かに自然だったね。で、レジンを薄く塗りまして、もうちょっとさ、この白をもうちょっと半透明、半分ぐらい透明度アップしたらいけそうな気するねんけどな。まずね、これ、薄く塗っとくじゃん、この辺に。人工だね、人工。あ、動かない。これ全部使っちゃいたいな、今日。シートの上からカラーレジンしたらマシなのかなって。ねえ、あ、そうなんかな。でもそうするとさ、なんか、このシートだけでできるよみたいな魅力が半減しちゃうよね。結局カラーレジンも作るんかいみたいな。そうなっちゃう気もするよね。これすんごい気に入ってて、今まで5パックぐらい買ってるネイルコーナーにあるサザレイシとオーロラフィルムみたいなやつがね、合体しとるやつ。めっちゃ気に入っててよく使う海塗り作品の時に。ただ、なんか、こっちが人工すぎて似合わない気がする。せっかくの。こっちすごい合うよね。人工、似合わない気がする、人工に。うん。ちょっと待って、アホライトの開発してくれてる方ありがとう。アホライトは私がね、頭悪くて漢字をよく読み間違えるから、読み間違えるやつをライトに書いたらいつも目に入るから覚えれるんじゃないっていうことで始まったんだよね。ただほとんど覚えてないよね、書いたやつ。毎回間違えるよね。なんかあんま意味ないっぽい。で、ただアホを晒してるだけみたいな。そんな感じでいつの間にかアホライトと呼ばれるようになっていったね。でも置く場所もそんなないな。でね、コツとしては砂浜の辺にサザレイシさん置いといて、あんまこっちの方に出てくるってしゃばると変になるから。これもあんまり砂浜の辺って感じ、この出しゃばり注意。いや、この辺に置いても可愛いんかな。でも絶対このシートと相性が悪すぎるな、いくらなんでも。この辺に収めとこっか。こっちやったらこう置いてもおかしくないねんけどな。シートとの相性が微妙やな。こっちはいけるな、ここまで置いても。違和感がない、あんまり。まあ、とりあえず可愛くなったよねって感じで、これがいらんかも。あ、いや、この辺に置いてもいいか。これをね、一回硬化しましょう。グルコサミンマークがいっぱいある。これさ、前回もなったよね。なんでだろう。私のパソコンが新しくなったことに関係あるのか、YouTube のせいなんかどっちやろ。しかも前回のやつはアーカイブで見てもね、グルコサミン状態っていうかブチブチ状態だったんだよね。今戻ってよかった。YouTube のせいだといいんやけど、私のパソコンのせいやったらなんかしないかんで困るなって感じ。この後いよいよね、レジン液をビャーって流そうと思うんで、人工的なシートは色が薄くなるのか、果たして、それともそのままなのか。ココンポ。
このライトにココンポって書いてないな。ちっちゃい方のライトがね、しっかり書いてあるんだよね、全部。こっちこっち。こっちが本物のアホライトかな。でかい方は、いまいち全部書けてない気がする。ピントピント。みんなグルコサミンになっちゃったけど、金曜日のせいかもしれないね。お迎え終わって、戻りましたって、お疲れ様です、ママさんたちも。寝かしつけ行ってる方とかもね。違和感ないか。シートの方もそんな違和感ない。そっか、私のココンポーの漢字直してねって。ココンポーの漢字間違ってる？ここで直ってるから大丈夫かな？大丈夫かな？なんか全部間違ってる気がして不安になってくる。でも元の漢字も間違ってる時あるねんな。封入のジャンコード。ある。ちょっと待って、持ってくる。売ってるんじゃない？ネイルコーナーってそんな入れ替わり激しくなくない？これ。もうね、今までね、5パック以上買った。これめっちゃ気に入ってて。ジャンコードこちら。じゃじゃーん。ここスクショして店員さんに見せるとピッてやって取り寄せできるっぽいから、もしまだいけそうやったら取り寄せてみて。これマジで海塗りと相性めちゃくちゃいいからね、すごい気に入ってる。やっぱパッケージ取っとかないとね、こうみんなが聞いてくれた時に登場するから。で、あとはもうレジンビャーって流そうと思うわけ。どうなるだろう。大丈夫かな。治ってた、漢字治ってた、よかった。でも多分他に間違ってるのあると思う、どうせ。ちょっとこの辺を一回きれいにしたい。キモいからね、こういう。で、もう最後にレジンをモールド一杯にビャーって流して取り出して、それから比較してみよっか。ちゃんとね、机の上片付けながら進めてる。ダバダバー。全然色変わらない。変わらないらしい。このくっきりパッキリのままらしい。でもまあこれはこれちょっとアートっぽくはあるか。そうだよね、きっと。途中から参加してくださった方はさ、サビキンとかさ、チテとか、よくわかんないよね。一回私まとめたいなと思ってるんだよね。どこかにまとめた画像を出すなりしたいなって思っとんねんけど、自分でもどの回にできたものかわかんないネタ結構あるんだよね。もう歴史がね、あるよ。コマリンレジンは、コマリンライブは。歴史が。まだ今2年目入ったとこぐらいの気するねんけど、結構歴史できてるよね。でね、このレジン流して、封入とか砂浜から気泡が出るわけ。なんで、できれば最強放置したいし、何層にも重ねてるから、この隙間、ここの隙間に気泡ができて、外した時にボコって凹んでたりするんだよね。なんでもう流しときたいんだよね、こうやって液を。もうモールで引っ張るぐらいで。こんな。で、こう、気泡出すみたいな、収縮してるとこ。これをやっときたいよね。そして最強放置するんで、その間にね、今日の企画をやろうかなと計画しておりますよ。まあ、表面に出てる泡はどうでもええねんけど、やっぱね、サイドのガタつきが変になっちゃうからね、後で。こことかもあると思うねんけど。ここは、こう、液流して、抜いときたいよね、気泡を。ここにあるな。で、こっちのシートバージョンもやりたい、それを。ちょっとここに入ったままずっと。もしダメやってボコつきとかできても後でね、直せるんで全然大丈夫なんですが、ここで抜いといた方が楽だよね、後々。で、こっちも、こっちそんなないな、なんか隙間。カラーレジンの方が縮むとかあるんかなーって思う。
ここに干し砂がはみ出しちゃったとこ、後で研磨するんちゃうかなって思う。ここにもある。ということで、ここからね、企画をしたいので、今からタイマーセットしようかなと思うんですが、チャットも全然読めてないんで読みたいわけ。スクショで思い出したんですが、免許の更新でスクショが必要だったんですが、スクショがね、高齢の父には難しかったみたいです。スクショって意外とね、機種によってやり方全然違うもんで難しかったりするね。同じ iPhone でも iPhone6 と iPhone X と iPhone15 でスクショのやり方違ったりするでね、押すボタンかな。違うかな ?iPhone も一緒なんかな ?iPhone と iPad で違ったりする。Android も違うでしょ、きっと。結構難しいよね、スクショ。よし。でもね、私の母はもう、めっちゃ SNS も使いこなしとるねんけど、旦那のお母さん、お父さんが、結構一昨年ぐらいにスマホ導入した感じやもんで、今めっちゃ頑張って覚えてる。じゃん、タイマーセットしました。で、やっぱさ、スマホできるようになってくれるとさ、子供の写真とかが送れるからすごい便利なんだよね。LINE とかも去年からできるようになってんけど、写真をね、今までは、印刷して送っとってんけど、フォトブックにして。それが LINE で送れるようになったからめっちゃ便利だなって、やっぱあると覚えれると便利だよなって思ってた。ということで、ただいまより企画が開始しましたので、ちょっと待ってね。今できたかな？ね、ぜひご応募ください。こんばんはって。お疲れ様です。お仕事の後の方も。タイマー OK。ね、できたよね。そうそう、機種変するとね、一気に操作感変わったりするし、あとさ、iPhone 使ってる方最近さ、iOS のアップデートでさ、写真のフォルダめっちゃ使いにくくなったことない？並び順とか一気に変更されちゃったんだよね。ファイルとかフォルダの。もう余計なアップデートしんでいいのにとか思って。私結構 iPhone で撮った写真をフォルダに分けまくって保管してるねんけど、そのフォルダの位置がさ、最近のアップデートで一番下に行ったもんで、すんごい不便になっちゃった。そういう感じでちょこちょこ仕様変更されるのたまらんし、あと楽天市場とかで、トップページのレイアウト変えられるのもめっちゃやだ。使い慣れてたのに、いきなりデザイン変わってて、今まで押すボタンここやったのがどっか行ってどこやみたいな。あれもすごいやだ。仕様変更余計なことしんとってほしいっていつも思ってる。ここにさっきからさ、空気入りまくってる気がするねんけど、一回もう取り出した後にやろうかもうめんどくさいから。しまった、呼ばずに勝手に補充を使ってた。みんなに呼んでもらってるのにいつも。なんか、自然に入ってきた今日。スーって。ここにできるんだよな、さっきから。これ後で直すね、もう。モールから出した後に。補充でしたとか言って。これ補充ね、おとついぐらいに破壊して、今18代目補充になった。オーバーグッドボタン完了ってありがとうございます。ご応募。花雪も始まったかな今。9時になったからね。プレゼントチャンスイエーイって言ってくれてありがとう。そう、iPhone でも機種によって違うっぽい気がする。確かに、勤労と同時に始まったで。プレゼントタイムね。こんばんは、お疲れ様です。父親の誕生日なので父名義で応募させていただきましただって。パパおめでとう、誕生日。これ綺麗だから出しとこう、こうやって。パパちゃんおめでとう。これからも元気だったで楽しい一年でいてね。応募完了のコメントもありがとうございます。誰かめっちゃハートをしてくれてる。嬉しい。写真のフォルダ、やっぱり写真のフォルダ変わったん嫌やってなってる方たくさんいるじゃん、仲間。
ね、iPhone すごい使いにくくなったよね。あれ、慣れん気がする、いつまで経っても。プレゼントチャンス間に合ったよ。よかったー。お疲れ様です。補助が登場してみんなテンションが上がっていく。オーバーグッドボタンありがとう。やったー。こんばんは。今日は実家のためご挨拶だけと思ったらプレゼントタイムだった。ね、ナイスタイミングだった。週末実家に帰るって方とかも結構いるんかな。私両実家遠方だから年に2回ぐらいずつしか帰らないからな。近いとやっぱ毎週帰るとかなるんかな。ワンドグッドボタン完了ありがとう。そう、海合い対決しそうねんな。そろそろ固めようかなって思うけど、やっぱここに気泡入ってるな、さっきから。ちょっと、この直せそうなとこ後で直そうかなって思うんで、交換しちゃおうかなと思います。最後なんで上下ライトでがっつり硬化しようかな。で、この辺ね、砂がはみ出したとこ後で剣まで直すとして、この細かい気泡とかは、取れない。取っとくか。これを、4分ぐらい硬化しようかなと思います。ゴー。その間に今日完成したマネちゃんの、これでも見しとこう。今日マネバージョンを作りましたよ。なんか立てちゃうと。これ全員分作りたいねんな。パンクマとかサビキンとか社長バージョンも。昨日は誕生日でしたが、プレゼント当選しましたって、すごいタイミングだ。ありがとうございます。最高の誕生日プレゼントです。誕生日に当たるジンクスマジでありますって。実は今ね、当選しましたって言ってくれる方の前の方も、12日誕生日でしたって送ってきてくれた気がするねんけど、気のせいかな。すごいね。本当に雑に抽選してるのになぜか誕生日の方に当たる。謎パワーが。iPhone の写真フォルダ前と同じようにする方法ありますよ。だって。めっちゃ知りたい。検索したら出るかな？書いてくれた文章と同じように。前と同じ方法って。検索したら出るかな？ねえ。そうそう。で、ねえ、お誕生日もおめでとうございます。ダブルおめでとうだ。当選もだから。応募完了しました。ありがとね。こんばんは。応募&グッドボタンを押させていただきました。ありがとうございます。励みになっておりますよ。そう、家族の名前で応募全然大丈夫。ただメアドがね、なんやろ、同じメアドで3回とか応募してる方はね、1回扱いで抽選してるんで、その点だけご了承ください。実家遠いから年末年始、ゴールデンウィークとお盆に帰るよって。我が家はね、お盆と年末だな。だから今月も月末に帰るんだよね。その時多分ライブ休みになると思うねんけど、またその時には、コミュニティに書きますね。何日は休みです。今んとこね、1日だけ休みになる日がある予定なんで、また近くなったら、コミュニティに書いときますね。こんばんは、遅れたと思ったら、プレゼントタイムって。ね、よかった。ナイスタイミングだった。お疲れ様です。そんで、そろそろ固まったんちゃうかなって思うんやけど。わー、こっち。やっぱりすごい、絵みたいになってるね、こっち。で、ちょっとシートはぴったりには作っとんねんけど、立体感のせいで端っこが切れて見えるけど、多分ぴったりにできてるはず。これ取り出してみよっか。うわー、いろんなとこについてる余計なやつが。この縁のやつを取っときまして。ねえ。こっちのいつものやつからまず。ペポ。なんか安定の
いつものって感じだな、これ。まずいつもの、ちょっとバリできてる。いつもの、こっちは、ちょっと、じゃあ私も当たる？もうすぐ誕生日なんですがって。ねえ、みんな誕生日近いから当たるって言ってる方がさ、毎回10人ぐらいいるからさ、確率考えたら全員当たらないよね。先日当選して素敵なお品物いただけて本当に嬉しかったですって。ねえ、おめでとうございます。そうね、インスタとかツイッターに書いてくれる方も多くてめっちゃ嬉しい。さ、プレゼント企画してさ、送らん人とかおるやろ、絶対、世の中に。なんやろ、詐欺っていうかまあ、めったにいないと思うけど、たまにいそうじゃん。そう思われたら嫌だからさ、そういうの載せてもらえるとすごい助かるって感じ。ということで、くっきりパッキリになりましたね。アートっぽい感じかな。ね。こっからさ、バリとか削ってね、両方ぷっくりしちゃってこうと思うねんけど、先に今日練習した方見していい？この2つよりめっちゃ可愛くできたねんけど。6歳息子くんに褒めてもらえてる。優しい。海の優しくていいって。嬉しい。ありがとうね。そうそう、優しい人が作ると優しくなんねん。今日練習したやつがめっちゃうまくいったから、こっちの方が絶対可愛いでしょ？今日のお昼に練習したやつ。てか、デカデカサイズの方が可愛いし、やっぱ波をさ、下の方で隠した方が自然なんだよなぁ。って思う。これめっちゃうまくいっちゃったから、ちょっと販売に回すね。今日プレゼントする方は、こっちと何かもう一つお付けしたいと思いますよ。でっかい方が可愛いよ。でね、この2つもね、ちゃんと完成までこぎつけたいと思いますので、頑張って加工していきましょう。ふわっとしてる方がなんか本物っぽさを感じるね。こっちちょっとアート感って感じ。ねえ、そんな感じで。でもこんな風になるんやっていうのが分かってよかったね。もし修正するっていうか、例えば再販になるとして修正を加えれる機会があるとしたら、白の濃度半分にしたらいいと思う。てか線もぼかしちゃった方がいいと思う、若干。そしたらさ、レジンの海塗りに似てるんじゃないかなって思う。ということで、企画これにて終了となりましたよ。ご応募ありがとうございました。大丈夫かな？なんかやり忘れてないかな？雑誌の応募が嘘で警察に捕まってる雑誌ありましたねって。そんなんある？さ、ちょっと前に、また X の話ねんけど、X でバズってた投稿は、一番くじの一等を店の人が抜き取ってたっていうやつがあったねん。どうしても一番くじの一等が欲しい人が、もう販売開始と同時にコンビニに行って、全部引いたのに一等が出んかったんやって。で、店に問い詰めたら、なんか、従業員が先に引いてましたとか言って、言われたらしくて、それ一回バズってたよ、X で。その場合は、そのコンビニの店員さんがずるいってことだよね。かわいいって。ね、こっちかわいいよね。これ相当気に入ってる。これマネのすごい。マネのやつのコントラストがえらいことになってる。みんな、ふわっとした海の方が好きって言ってくれて嬉しい。ありがとう。ちょっと待ってね。これ、粉が飛びそうだから、この辺までかぶせといて。ね、白キツキツでアート感満載になっちゃったね。だからもしもっと修正したらね、結構いいもんできそうやなって思った。OHP フィルムに印刷でいけんかな？海塗りシート。自分で。ちょっと考えちゃった、そんなこと。一番くじやばいよね。まあ、よほどさ、いや、そんなことしそうとこめったにないんやろうけど、す
そして全部引く方もなかなかいないと思うから、隠してないパターンとかもあるかもしんないよね。本屋でアルバイトしてましたが、くじまでるとき複数人で立ち会って不正がないよう徹底してました。ね、そういうとこしっかりしてるとこはいいよね。気づいたかな？今なんかちいかわのさ、一番くじじゃないか、ちいかわくじみたいなやつない？今日すごい流れてきて気になってた。ちょっとやりたいって思ってたんやけど。そういうのでもそんなんされてたら嫌だよね。いい。で、こっちも削っていきましょう。波のフィルム作ってくださいってね、できそうな気してきちゃった、これ見たら。この辺なんか裏がボコスカになってる。これも後で、先にレジン流してから研磨した方がいいな。ちょっと裏に空気入ってたね。これ直して、ボコスカになったところを修正してから次の工程行こう。ロット買いする人もいるよって。くじをロット買いするってことかな。一番くじじゃなくてくじをってことかな。それとも一番くじをロット買いなんかな。どうしても欲しい人とかはするよな、そんなん。確かその人はシルバニアファミリーのやつやった。で、あとは、メルカリとかでたまに一番くじの景品出しとる人とかおんねんけど、なんかアカウント見ると明らかに怪しい時があるんだよね。なんでそんなにいっぱい持ってるのぐらい。そういうのはちょっと店員さんだったりするんかなって疑っちゃうね。こんな世の中だから。もしかして本当に自分が買ったやつかもしれないと思いつつ、なんでそんないろんな種類の一番くじのいいやつばっかりいっぱい出してるんだろうって。アカウントとかはメルカリで見つけちゃったことある。ちょっとだいぶボコスカだったね。下手くそだったんだね、きっと抜き方が。気泡の。これ一回硬化して整えよう。何にも信用できないよ。初コメさんが来てくれてた。最近おすすめから見てました。だって、嬉しい。初コメさせていただきます。毎回素敵な作品で楽しく見させていただいてますって。初めてプレゼント応募させていただきました。ありがとうね。初コメ嬉しい。おすすめからさ、何の動画見つけてくれたんだろう。私いつもそういうのすごい気になってる。動画って結構おすすめに出るけど、ライブはもうおすすめに出ないじゃんね。みんなどうやってここにたどり着いてくれてんやろってすごい気になってる、いつも。ありがとうございます。こまりさん、海塗りキット買おうか悩んでますって。嬉しいな。去年クリスマスシーズンにめちゃくちゃ売れたねんな。多分プレゼント用に買ってくれた方が多かったんかなって。海屋でさ、夏に出るんやろうなって思いながら販売しとってんけど、去年のクリスマスにめちゃくちゃ売れて、一回在庫なしになっちゃったんだよね。まさかの想像以上に。全然関係ないシーズンにこんな出るんや、みたいな。で、謝られたもんね。切らしちゃいました、クリスマス前にって。だから覚えてる。ねえ、ありがとうございます。検討してくれてね。白色のレジンがあればできるからね、海塗りってね。でも作り方説明書とかつけたから、そういうのが気になる方はね、ぜひぜひご検討ください。で、樋口優子さんのローソンコラボ商品も、なんか裏取引されて、箱でメルカリに販売されたとか、めちゃ X で叩かれてましたって。ねえ、そんなんがさ、ちょこちょこあるからさ、信用できないよね。一番くじ最初くじが並んでるから好きな賞を選び放題。そんな仕様なんや。ちいかわ完売しそうやしさ、今日 X のトレンドが転売やったから多分転売や爆誕してるよね、今回も。さっき夕方ぐらいかな、 X のトレンドが転売ヤーみたいな感じになってたで、またそんなんかって思って。過去のライブでもあったよね。マックのさ、マックセットやっけ、あれ何やったっけ、子供のセットのやつで、カービィのおまけの回の時にもう転売ヤーが買い占めすぎて
一瞬で売り切れるみたいな時あったやんね。あ、ハッピーセットだ、ハッピーセット。ハッピーセットがカービィのぬいぐるみが景品やった時に、ひどい時とかあったもんね。お取り寄せロット買いとかもいけるんやね。海塗り練習今からして、海シーズンにいい感じに仕上がるといいのですがって、そうなんだよね。夏に入ってからやろうって思うとね、夏終わってるんだよね、海塗りっていつも。私の友達にこまりさんの YouTube をお知らせしたら見てくれて、レジン棒も買ってくれた。ありがとう。結構、こまりんレジンを他の人に勧めましたって言ってくれる方が多くてめっちゃ嬉しい。たださ、もうちょっと私、動画を見やすくしたくてさ、やっぱり YouTube ってどんどこ動画が増えてくじゃんね。で、今回もさ、海塗りの動画過去に出してるよって言ったけど、それを探すのが大変だったりするからな。なんかもうちょっと見やすくまとめれる方法とかないかなって思ってる、いつも。いつかなんか手つけたいなって思ってる。でね、これは、なんかここのガタガタは直したいな。ここの謎ガタガタは。YouTube どんどこ動画増えてくもんね。もうちいかわくじゲットした方もいてるかな。こんばんは、外出中に来てくれる方もお疲れ様です。ありがとう。ハッピーセットが出てこんかった。カービィの時はほんとひどかったよね。私も欲しかったもん。コマリンレジン進めたいけど私のコメントを見られるのは気が引けるって。もしかしてチャット欄やと普段の私と違う的な方も結構おったりするんかな。私もリアルとネット結構違うかもしれん。いや、リアルも結構アホなことばっか言っといて家族に呆れられといてあんま変わらんかもしれんな。なんかそんなこと言いながら研磨嫌いなのにめっちゃ頑張ってるやん。裏ボコボコにしちゃったせいで。これから何するんやっけ。サイドコーティングして表と裏ぷっくりして、ちょっとシールも貼ってごまかしちゃおうかなって、ここにあるやつみたいに。ゴールドシールでもまた貼っとくかって思ってる。整ったかな。で、ここのボコスカの砂浜を削りたいんやけど、この削る音がキモいな。砂浜の削る音が。なんかいつもと違う音するで、これ。すごい力で一瞬で削ったろ。うわー。大丈夫かなね、これで削り終わりましたね。ということで、ジェルクリーナーさんで掃除しよう。ブチ。今、こんばんはって来てくれる方もたくさんいてた。お疲れ様です。ちいかわタンブラーオンライン1分で瞬殺だったらしいって。1分やばいね。でもゲットしてる方もいてる。やっぱりさ、そういう競争率高いやつってどうしても転売ヤーが登場するのが嫌だよね。本当に欲しい人がゲットしてほしいよね。ディズニーとかもすごいじゃんね。毎回新商品出るたびに転売ヤー。ディズニーの場合、中国人転売ヤーがすごいんかな。よーし。ドボンね。実は私今日さ、ドボン結構やったんだけどね、これ。前回使うって言ってた。で、シェイカードボンもやってみてんけど、ちょっと相性悪かったっていうか、プツプツができてうまくできんかった。ドスコイ組まずは、うまくできてんけどね、これ。丸いものやっぱ、ドボン向いてるよね。シェイカーとかなんか、あとこれプレートじゃん。ここに穴が開いてるじゃん。ドボンできないんだよね、なんか、持つ場所が。ここがヒートンやったらヒートン持ってドボンいけるねんけど、穴タイプやでね。今回ドボンはしんと思うねんけど、一応今日使ってはみた。で、
すごい残念なことに、私、星の雫の普通のレジンはちょっとアレルギー出るぐらいねんけど、このドボン液めちゃくちゃ出ちゃったんだよね、アレルギーが。手袋をしとったねんけど、この手袋の隙間から見えてる肌がもうヒリヒリになっちゃって、相性悪いっぽくて、残念なことになっちゃった。相性悪かった。くまちゃんはね、すごいでも綺麗にできたよ。あまりカラーで作ったからみんな個性的な色しとるねんけど。ダッフィーね。ダッフィーの新商品の時、やっぱすごいんだね。形選ぶよね、やっぱね。最近シェイカードボンとかやってる方いてね、私もやってみようと思ったねんけど、なんかポツポツできて諦めたね。いや、もっとうまくできたらよかったんかな。でもめっちゃ気をつけて効果前にポツポツないの確認したねんけど、固めてたら出てきたねんな。ただその1回しか試してないでわからんねんけど。うわー、なんか落ちた。ディズニーの今回の新商品もひどいことになってますって。そうでしょう。ディズニー毎回そういうの出るたびにね、X で炎上してるイメージある。そう、相性が、まあさ、出方が商品によっていろいろあって、私、作家のためのレジンだけ全然出ないんやけど、普段使ってる。これは出ないんやけど、こっちのソフト結構強めに出るねんな。で、強めに出るとか弱めに出るとかもあんねんけど、この星の雫の普通の液は軽めに出るんやけど、これがめちゃくちゃ出ちゃったもんで、って思ってた。出ちゃったーって。これちょっと掃除してる。お風呂に入ったら治ったね。だいたい私のアレルギー一時的にバーって出て、バーって沈んでいくやつなんでね。で、何しとってんっけ？こっから仕上げていこっかー。くまちゃんのあんよ可愛かったでしょ？また後で最後の方並べよっかな。外国人転売ヤーはほとんどインバウンドのせいだと思ってますって。やばい。インバウンドがわからんくてやばい。なんやろインバウンドって。でも最近ニュースとかで聞く気がする。かっこいい横文字使ってて。ということで、この2つをね、仕上げていこうと思うのですが、これあれかな？あるかな？やばい、カエルテープはない。このさ、ポンポンスタンドの先っちょにカエルテープくっつけてやろうかなと思う。今こんなことになってるんでね。そう、アレルギー出たけどね、夕方の方結構頭痛とかも出てやべえって思ったら、お風呂入ったらすっきりしたね。残念やな。私、星の雫シリーズ好きやのに。よっ。まあ、私の体に反応する成分がなんかあるんやろうなって思って。で、ソフトでだけ出るから作家が、なんか調べてくれるって言っとったねんけど、使ってない成分？ソフトでだけ使ってる成分を調べてくれるって言ってくれたねんけど、忘れられとんな、多分。ということで、サイドコーティングからしましょう。どこ行ったかな？いった。ツリーのシェイカードボンしたら若干弾いてたの気がつかず、なんか触り心地が一部だけ残念な感じになりましたって。大きいやつさ、ドボンしてさ、あとね、ここの端っこだけ弾いてるってなった時にもう一回する記憶ないよね。なんかそれ繰り返してるとどんどんでっかくなってくんだよね。ちょっと待って。これ全体に最後コーティングしたいで後にしよう。表裏ぷっくりした後にしよう。くっついちゃった。で、ちっちゃいから低粘土でいけるかなって思うんで。やっぱ裏かっこ悪くなっちった。パシッてしたから。ちょっとここもっとなみなみにカットすればよかったなって反省中。表裏をぽってりして、最後にもう全面コーティングしよう。このちっちゃさやったら。しかも両方ともやるね、これね。
ディズニーの新商品なんやろうね。ディズニーに詳しい方多いで、知ってる方もいてるんかな。今なんか売り切れちゃってるやつ。塗り塗りして、表シール貼ろっかな。あ、どうしよう。これはね、プレゼントにしないからこれを貼らない。こっちをちゃんとシール貼る。いや、でも、あ、わかった。どうでもいいシール貼ろう、これ。こっちのアートっぽいやつは。まずこれ硬化します。シール。アレルギーはね、花粉症とかと一緒でいろんな症状出るよね。咳とか出る方もいるよ、レジンアレルギーで。鼻水咳。こん中どうでもいいやつ貼ろう。あ、この全然ちっちゃくて読めないじゃんってやつ。これとか貼ろう。こっちもこっちで貼りたい。ちょっと待ってよ。これを固めておきつつ、もう一個も塗りたい。あ、湿布でかぶれる。肌弱、めっちゃ。なんやろ、貼ってすぐで半日で剥がせばいいけど、1日ぐらいつけとるとかぶれてくるな。超絶肌弱族。なるほどね。外国人旅行者のことをインバウンドという。で、バーって買ってくんかな。あとさ、ねっけな。名前出てこいよ。さ、ライブ中継しながら、母国の人たちに買ってもらうってやつあるやんねっけ。デザフェスとかで結構被害に遭ってる方いたねんな。ライブ配信をされて、で、向こうの見た人がそれ買うって言ったやつを全部買い占めてくみたいな。名前出てきたいな。働いてる脳みそ。ここに変な、やばい、ツルツルがある、これ。名前出てきてほしい。モバオクじゃなくて、なんかあんねん、そういう言葉が。出てきてほしいけど出てこんな。私の脳もここまでか。ここに変なさ、プチプチを埋めたいけど、埋まんないか。あれ、ここに穴があって入りそう。汚い白いとこ埋めたい。消せた。よっ。謎穴を埋めてる今。しかもこれね、ホジコでも入らんレベルのちっちゃい穴。こういう時画鋲がいい。消えた。で、こっちも固めよう。よっ。しばらく効果タイムに入ります。私はレジン液によって目が真っ赤に充血してしまうものもありますって。そうだよね。花粉症の症状と一緒の出たりするって思うとそういう症状もあるよな。ジンマシン出る人もいるし、私結構一時期ね、ストーリーズでアレルギーについてみんなに聞いて検証してた時期あるねんけど、一発入院の方とかいたからね、初めて使った時にもう手から顔まで腫れて即入院になったみたいな、そういう方もいたから、ちょっと気をつけなきゃって思ってね、ああいう動画出してたねんけどな、最近はね、もうほんとみんなメンションで教えてくれるねんけど、ワークショップ素手が多すぎて、また動画出そうかなってちょっと思ってる。ワークショップに、テーマを置いた。本当に多いらしい、最近。レジンワークショップ素手マスクなし。結構大手とかがやっちゃってるもんで、なんか、そのテーマのやつも一本出した方が、ね、注意喚起になるかなーってちょっと迷ってる。本当にみんな教えてくれるからね、メンションしてね。で、ちょっとそれで思ったんだけど、これすごいね。このさっき見せた星の雫のドボンコーティングがすごくてさ、手袋つけてくださいのシール貼ってあるねん。これ感動した。さすがパジコだなって思ったよね。パジコさ、公式サイトに一回出してて、レジンアレルギーの注意喚起を。最近、安いレジン液などで、人体に有害なやつをもうコストカットのために使ってるレジン液が増えてるので気をつけてくださいみたいな。注意喚起一回出したんだよね、パジコ。2、3年前やけど。意識だいぶ高いんだよね。このシールを貼ってて感動したし、すべてのさ、レジン
用品にこういうシール貼ってほしいなって思ってる、私的には。それ今思い出した。よかった。言い忘れるとこやった。すごいパジコ。で、全然読めてないので、下の方まで読みたい。あ、ライブコマースだ。そうそう、それ出たかったやつ。さっき出てこんかったやつ。ライブコマースって言いたかってん。あー、すっきりした。すっきりしたよー。そう、パジコ偉いと思う。私ね、今度、日本ホビー賞が出るねんけどな、なんかパジコの方とちょっと関わりがあるっぽくて、なんか、話いろいろ聞きたいなって思ってる。そう、ちっちゃく書いても誰も読まないんだよ。見えないからね。でっかく書くとか貼るとかしてほしいんだよな。で、こっちに、このアートのやつは、ちょっと、取れちゃってる。カエルテープ。アートのやつは、ヘボシールを貼っといて。なんかカエルテープおかしなってる。結構ね、割と、まあ最初の方、ほぼ最初の方に、LED レジン、最初に出たの星の雫やと思っとんねんけど、私は。その後にバーっていろんな会社が出したねんけどな、中国産とかが多くて、まあそういうところって一応レジン液って工業用樹脂と、まあ、人体用とあるねんけど、やっぱ工業用の有害なやつの方が安いねんな、素材が。てかそれを使って作っちゃう。特に中国のやつのが多くて、でそれは私も知っとってんけど、パジコが注意喚起出しとったで、なんか意識高くてやっぱいいなと思って、そういうのもあってパジコ好きって感じ。あれ声を払うよくわからんやつ。そうだなね、全然ね、自分が出ないよって方はね、あんまり意識しんやろうけど、体感15人に1人ぐらいになっとる気がする、私の体感だけど。15人に1人ぐらいは何らか出てるなっていう、そのぐらいの体感。まあ使う駅とかにもよるねんけど、これ一回貼っとこう。いやー。説明文ローガンズには辛いって。このジェルクリーナーもさ、一回ちぎって使って捨ててくださいってやつ気づかんかったもんね、序盤私たち。どこに書いてあるっけ。こんなんさ、気づかないよね。こんなちっちゃく書かれたら。ここに書いてあるらしいね。ちょっと全然ピンと合ってくれへんわ。ねえ。ほら、上の方に書いてあんねん。違うっけ。そうそう、使用した商品はケースに戻さないとか書いてあんねんけど、全然気づかずに最初の方をさ、こう、ペタペタペタってしたやつ、ケースに戻しとったら、カビとか生えてくる方がいて、で、気づいたんだよね、やっとこさ。こんなちっちゃい説明文じゃ、なかなか、全部読まないよね、っていう話よ。ねえ、怖いよね。広告とかでも未だに素手のやつ流れてくるときあるよね。よっと。なんか手袋汚いって思ったら自分のイラストやった。で、注意書きちっちゃいしさ、もうシャンプーの裏面のやつとかも全然見えないよ、私。ここには、これはね、プレゼント用なんで、ちゃんと読みやすいやつにしようと思う。動くな。どれにしようかな。これかわいい気する。いや。なんか、謎のジャズって書いてあるやつにしていいかな。コングラツシベスト。ようわからんこと書いてあるやつにしよう。このでっかいのにするね。よし。ね、説明文読まない人が多いんですよね。ギクって。私なんだけどね、それね。いつも
100均のやつとかモールドの裏に説明文書いてあるのにいつも読まんよな、私読まない人間で、よく DIY のさ DIY で作れっていう棚とかワゴンとか買うわけ。読まずに作って大体どっかが裏向きやったとかで間違えて作り直しになる。どこ、まっすぐに貼りたい、まっすぐに貼りたい、まっすぐに貼りたい。まっすぐまっすぐまっすぐ。ここか？ほんまか？違う、もうちょっとこっちや。まっすぐ。よし。で、貼ります。表もぷっくりして、全部ぷっくりした後に、こうやって固めたっけ？固めてる。その後に、コーティング一気にしたい。ね、やっぱりこれかなりのくっきりパッキリになっちゃったね。びっくりすることに買いとくとか以前に、レジンを販売してる人が知らないパターンが多い。素手とかマスクじゃないわ、手袋とかマスク普通しなきゃいけないってことを知らない人が多い。そんなレベルだよね。よっと。で、これをぷっくりしよう。これね、ちっちゃいから低粘土でいけちゃうし、そもそも私は今高粘土をケアしている。ね、呪文のようにしてほしいよね。そしてこれを塗りましてと。なんかもうカエルテープが全然安定しんくてすごい塗りにくくて、多分、よくわからんことやってる。でもちっちゃいから簡単だね、ぷっくりさすのも。やっぱりこっちはイラストっぽいものになったね。これはこれで味があるのかな？皆さん優しくて居心地がいいって言ってくれてる。嬉しいね。私も結構ね、この自分の YouTube を作るとき、かなりローガンズを意識して字で隠したりしとるねんけど、誰か気づいてくれてるかな？字幕とか普通の YouTube よりはでかいと思うねんけど、誰か気づいてくれたからめっちゃローガンズ意識して作ってるねんけど、言うても何で見るかによってちゃうか、スマホで見るかテレビで見るかとかね、それによってもちゃうんかな。今広告ページとかさ、化粧品とかの CM のページとかでさ、めっちゃ端っこの方にさ、ちっちゃくさ、定期便の場合の価格とか言ってさ、絶対見えないの前提に書いてるでしょ、これとか。そういう罠もあるよね、結構。私、化粧品に騙される民だからさ、これ良さそうって思って買ったら定期便やって、そんなん書いてなかったやんって思ったら、端っこにちっちゃく書いてあったみたいな。それ過去に多いよ。そこをうまく使れることもあるよね。ちっちゃく書いてあるやつ。通販番組とかもなんかたまにある気がする。お、いい感じ。なんかやっぱこっち可愛いっていうか、レジンの海塗りの方が見慣れてるせいか、こっち可愛いなって思っちゃうな。よし。で、これを固めてね、最後につるっと刺したいなと思いますが、今年度ね、ゲートしてないっていうか、買い忘れちったおとつい買い物したのに、やっぱり今度、次あれ買おうからの度忘れが多すぎるね、あまりにも。スマホだとちっちゃくて見えないかな。でもスマホによっても大きいスマホとかちっちゃいスマホあるやんね。我が家にあんの iPhone5S が一番ちっちゃいねんけど、古くて。あれやと見えないな、さすがに。販売用は星の雫使ってましたが、先週指にかゆみ出てって。先週ね、書いてたよね、アレルギー出ちゃったって。私も星の雫3年目から出だしたんだよね、アレルギー。ただ1、2年目が手袋使ってなかったんだよね。その頃手袋を使うっていう、なんだろう、知識が
世間にそもそも出てなくて、ほとんどの人が素手でやってた時代みたいのが、今から5年、7年前ぐらいか始めたの。その頃は素手でやってるのが当たり前みたいな時代があったもんで、あ、待って、全面コーティングとか言ってさ、全面できないじゃん。あ、表と横だけまとめてやろう、じゃあ。なんか全然これくっつかない。ちょっと待って、これじゃない方がいい。ペットボトルのキャップの方にしよう。表と横をコーティングにしよう。裏がなんかもうそのままで良さそうだから。いい。ペットボトルキャップの方でやろう。んで、コーティングは、まあ、フロッキーチップでいっか。あ、しまって、最後まで読んでなかった。そうそう。でね、レジンアレルギーになっちゃうと、ひどいやつになると、ねっけな。このコンマリンライブのチャット欄でね、そうなっちゃうって言ってた方がいたねんけど、歯の治療で仮爪やっけ、あれね、レジン使うもんで、その治療をするために口内炎ができちゃうって言ってる方がいたからね。そういう症状になっちゃったりもするらしい。確かに、スマホって指でグイって広げると拡大できるから、その点だけは便利だよね。いや、そう思うと昔のさ、パカパカ携帯とかもその前の G フォンの時とかから比べると本当に便利になったね、スマホ。これね、裏にはみ出ないように上手に塗りたいよ。サイドと表を巻き込んで、この角がないようにつるっと刺したい。そんな気持ちで、ちょっと、カエルテープから剥がれそう。大丈夫か？つるポテトしたい。で、こっちはね、ちゃんとキーホルダーにつけるとこまでやりたいなと思ってる。結構たっぷりめで。で、この穴だけ塞がないようにすごい気をつけてるって感じ、今。穴に注意。たまに塞いじゃうんだよね、こういう最初から穴でやつ。さあ、どうや？濡れたんで、プツプツチェックをして固めよう。なんか、全然ピント合ってない予感がする。大丈夫？これ。ピントがずっと合ってないんじゃない？あ、てか、これが強すぎてピント持ってってるんじゃない？もしかしてね。ガーン。その頃素手でしたって。そうだよね。逆に手袋をしてる人の方が珍しかったみたいな時代もあったねんけど。いや、今思うと、なってる方多かっただろうなって思う、その時代。で、これも塗り塗りして、後ろはみ出してないよねってなって、ここにちょっとプツプツある。うわ。神経集中中ね。ほんまに大丈夫か？大丈夫な気する。ね、これで、ここ塗ってるかちゃんとここ。よく塗り忘れてるけど。ね、硬化します。こっちはまあええや。これ展示用ね、展示用。ちょっとこれもうええわ。で、これこうして、固まったらね、キーホルダーをつけたいと思っております。せっかくなんで今日完成したマネちゃんのでかい看板とかも置いときたい。ダーン、ドーン。虫歯できないタイプめっちゃ羨ましいねんけど。たまにおるやんなぁ。猫好きの声みんなに聞こえてたかな。みんなが文字大きいのありがたいって言ってくれてるから、これからもデカめでつけていくね。で、ネイルサロン、確かに素手でやってる方多いイメージ。ただジェルネイルはレジンよりだいぶ考慮してあるらしい、人体に。だから高いっぽい。そんな話を開発の方としてた。買い物から帰ってきましたが、外寒かったですって。ねえ、そうだよね、今日、外寒いって言ってる方たくさんいるもん。ついに寒くなって、冬になってきたね、ついに。あれですよ、手袋、ネイルの手術する人の方の話やんな、きっと手袋はね。
してもらう方は無理だもんね。ジェルネイルもね、やり続けてるうちに出るよね、やっぱ。なんだろう、頻度が、付け直す頻度とかが高いと出る気がする。頻繁に削ったりしてると。私、過去にそれで1ヶ月空けた方がいいですとか言われて休んだことあったもんな。あ、シート使った方裏から見たいですって。見ちゃう？恥ずかしいよ。なんかダサいから。じゃーん、失敗。ここなみなみにすればよかった、せめて。裏恥ずかしい。あんま見ないで。で、途中で反省しとったね、そういうこと。ちょっと待って、もうちょっとだけ硬化したい。で、今日は、今固めてる方をプレゼントにしたいんですが、ちっちゃいからなー。こんな、どうしようかな、ちっちゃいから。このキーホルダー使いにくい。でも私、銀色のさ、パーツあんま持ってないんだよね。この緑色ってやっぱね、銀色が合うんだけど、金より銀の方が合ってたんだけどね。銀色のパーツを持ってない。私そもそもあんまり。金のキーホルダーとかばっか。ないかな、どっかに。ちょっと探してみていいかな。でもね、ジェルネイルでも安いやつ、私がさ、よくお買い物するネイル工房さんのやつとかね、多分安いから中国産のジェルネイルかなって思うねんけど、なんだっけな、商品ページに、人体用じゃなくて、ネイルチップ用なので、気をつけてくださいみたいなこと書いてあるらしいね。私それ知らずにさ、めっちゃ実名にやっちゃってたんだよね、過去に。一回コメントで誰か教えてくださって、コマリンライブ中に。そんでやっと気づいたんだけど、そういうのもあるらしいから注意だよね。あれないかな、銀色の金具。金はいまいち合わん気するねんな。で、ということで、コマリバージョンはこちら。じゃじゃーん。あ、なんかピヨピヨついちゃった。直したいな、ちょっとこれ。ここに、謎ピヨついちゃった。悲しみ。この場合私、ここの一辺だけ塗り直して、なんかうまいことなじませるかな。こんなことになっちゃうときね、全部塗り直すのしんどいから。ここだけやり直すね。ピヨを取って。ピヨ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 。あー、裏側マットコーティング。マットコーティング液そこにあるねんけどさ、なんかあれ失敗したやつっぽいんだよね。もうごまかしちゃった方が良かったよね、裏に。カラーレジンとか流してから。いや、でも、なんかそうするとさ、シートの意味なくなるよね。シートの手軽さというか。カラーレジンとか作らずにできるのがいいのにな、みたいな。多分、モールドが悪いね。私が穴開きモールドをチョイスしちゃったからね。穴開きモールドとシートがそもそも相性悪いからな。でもこっちのやつめっちゃ可愛くできたよね。で、これをもう一回固めましょう。銀パーツ使うことなかなかないよね。でもね、銀パーツ使うとすごい男性の方とかも、うわ、ちょっとやめてよ。ドア壊れちゃうよ。勢い良すぎて。バーンとか言って。銀パーツ使うとね、よく男性の方が買ってくれたりするんだよね。やっぱ男性って金パーツより銀の方が使いやすいじゃんね。だからちょっとは揃えときたいなと思っとるねんけど。あ、意外とないなぁ。猫好き来たー。こんばんは。こんばんは。ずっと探しとるねん、銀色のパーツを。だって銀色のキーホルダーをずっと探してるわけ、さっきから。ボールチェーンだけあった。ボールチェーンでもいいかな。違うか。でもないんだろうな。いいこと考えた。ちょっと狭いからあっち行っとって。狭い。なんか暑い。暑い？君の体温が高くてムワッとした今隣に来た。あれもうチェーンもなくなってる。ゴールパーツじゃない。これあった銀パーツあった。おめでとう。これをさ使う大きさいいんじゃない？これちょうどこれ使うとここの部分を
バカ力で指で無理やり開ける。だや。これ良さそう。おやすみ。あ、寝る。おやすみ。みんな、おやすみ。今から寝るらしい猫好きちゃん。みんな猫好きちゃんこんばんはって言ってくれてるで。あ、こんばんは。おやすみなさこんばんは、おやすみなさい。い。早い。早っ。あれもしかして初コメさんいてくれたかなあ、やっぱり気づいた今。ありがとう。ありがとうございます。初コメね、今辿っておりますよ。初見です。はじめまして。趣味でレジンをしております。コマリンさんの動画を参考にさせていただいており、作品作り大変助かってますってしてくれてた。遅くなりました。ありがとうございます。しかも参考になっててめっちゃ嬉しい。ね、これからもなんか参考になることを発見したい。どんどこ上げていこうと思いますのでね、よろしくお願いします。しかもチャットライブも遊びに来てくれてめっちゃ嬉しい。みんな猫好きちゃんおやすみって言ってくれた。おやすみ。ね、いい夢見ろよ。あばよって。あばよ。あばよあぶよ。で、これを通すと、あ、通るかなこれ。あ、通った。このちんまい感じが可愛いんじゃないかなって思う。うわ。ほう。ね、なんかつけたいよね、チャーム。あ、やっぱこれが合うからね、水のやつつけよう、水のやつ。なんだこりゃ。で、これは、どこ行ったかなあ、あった。海アイテムの時はお気に入りのこいつを。じゃーん。シルバーの丸カンでつけよう。あわよって言ってる。あばよ。どこ行った銀丸カンと。スズマルビーズ、今日のね、概要欄にも貼ってると思う。おすすめの店があるねん。一回シーインでスズマルビーズ買ってみたら、めっちゃ濁ったやつ来て、大失敗して、でそれ以降、何やったっけな、J4 さんビーズショップ J4 みたいな名前なかったっけな。そこでずっと買っとるねんけど、それも今日の概要欄に貼っとった気する。これつけよう。確かにアバヨが通じる年代って限られるよな、きっとな。どこ行った？机についてる息を吹きましてと。で、これをつけましょう。ね、また抽選販売のお迎え報告もありがとうございます。先週はね、インスタストーリーズのみ告知でやっておりました。で、また次のやつもどんどこ作っておりますので、ぜひ見かけた方はご応募くださいね。今日もたくさん届いてる方、今日多いっぽくてみんな報告してくれて嬉しい。あ、ちょっとここが変。ね、この感じだとさ、コンパクトでいいんじゃないこれ。で、こっちがね、シートでやってみた方でした。なんか、もう一個のやつどこ行ったっけ白いやつ。白いやつどっか行っちゃった海の。あった。ミニメンダコちゃんとかも合わせたら可愛い。まあ逆カラーやで愛はせんのやけど、なんやろ。ワンチャン、今おる気がする。どこやったっけ今日作ったんやったミニメンダコ。ねえ。ちょっと、青系やったらワンチャンありかな。今日作ってよ、たくさん。みんな来い。どんどこ。次に販売するものがもうね、結構揃ってきてるから一回出そうかな。どうなんさ、緑とオレンジ逆カラーやで個人的に微妙って思うねんけど、人によっては好きやったりするんかな、そういう組み合わせも。これもね、まあ気に入って
量産したんだよね。これもライブで過去に作ったやつやけど。なんで、これもちょっと出したいのと、他にもね、結構、なんか意外と知らん間に増えていくね、作品って。ほんで、さっき見せたドスコイクマちゃんたちも。あとは花アイテムをまたバーって作りたいなって思ってる。ドスコイクマたちもいっぱいいてる。ちょっとまだネタ系ばっか作ってるから、花系とかをもうちょっと増やしたいな。で、あと、この前の前回の和柄使うライブの後に、1個だけ作ったんだけど、こんな珍しいものも作ってみた。これセリアの布ね。で、こっち金箔にしてみたけど、なんか、若干集合恐怖の人がダメそうなものができてしまったと思いつつ、結構おしゃれっぽいかと思いつつ、これお試しで正月っぽいから1個出してみようかなって思ってる。珍しい、かなり珍しいものを一つ作ってしまった。でもさ、和風竹バッグとかに合いそうかって思ってんけど。でも私にしては珍しいものをね、お試しで1個作ってしまった。和柄かわいいよね。でもこの金箔がなんかもっとピシッと伸ばして貼った方が良かったんかなとか言って反省してた。かなり珍しいよね、私の和柄はね。他になんかあるかな。ちょこちょこ増えてるのでね、また抽選したいと思いますので、インスタされてる方はストーリーをチェックしていただき、インスタされてない方、ね、YouTube の方もたまに告知しておりますので、コミュニティをチェックしてもらえたらなと思っておりますよ。和柄結構好評で嬉しい。でもこの柄可愛いよね、めっちゃ。でさ、なんかこれ1個やと寂しいなって思って、いろいろ頑張った結果、ここで区切ってみたりしたねんけど、で、上の方に液こんな感じにして。なんかもうちょっと違う。金の布とかの方がいいんかな。これ難しいなって思ってる。私の机の上みたいになってる。ドスコイはね、いろんな角度から楽しんでみて、こんな感じで。今日いっぱい増やした。ね、やっぱ正月とかになると振り袖着る方とか成人式の方とかいるから、ちょっと和柄挑戦したいなと思いつつ、あんまり慣れてないから微妙なものしかできないって感じ。だいぶレア作品だと思う。もうクリスマス超えて正月のこと考えてるからね。そんな感じでね、作品も作っておりますので、お迎えしたい方はチェックしてみてくださいね。帯留め。結構ね、だっけな、帯留めとかネクタイピンみたいな作ってほしいってリクエストしてもらえることあって、あんま作ってみたことないねんけど、需要あるんかな？どうなんやろう。帯留めとか、あとね、かんざしとかもリクエストいただいたことある。私自分が使わないもんだからさ、需要あるんかなってわからんくなるねんけど、需要あったりするんかな。今日の作品が埋もれてる。回転グルコを作成したのですが、重心がずれてしまい綺麗に回転しないのです。重心がずれてる問題だよね、結局ね。そこは結構難しくてさ、私ライブの方でね、筒を作る方法をしてたもんで、動画じゃなくてライブの方がね、詳しくやったもんで、そっち見てもらうとまだマシかもしんないけど、でも難しいんだよね、あれ。回転グルコのね、作り方動画じゃなくてライブの方で、こういうやり方をしたんだよね。なんか 2個同じものを作って、こう、クリアファイルで、こうやってやって固定するみたいな。こんなことやってたんだけど、その方法とかするとまだマシかもしれないと思いつつ、ただ、この1個目のやつを真ん中に貼れてなかったらそもそもダメやったりして結構シビアだよね。私、回転グルコはさ、なんか、もうちょっと工夫したらもっと簡単になるっていうか、難しくなくなる方法ないかなと思って結構何回か作り直しとるねんけど、まだ動画を出すまでに至ってないって感じだよね。誰かおすすめ方法があったらね、教えていただけたらと思います。帯留め結構人気なんや。ちょっと待って、帯留めがさ、わからん私やばいよな。なんやろ帯留めって。
ヘアクリップみたいなやつで合ってる？帯にピッて留める。で、片付けをしましてね。誰かがビャーってハートを押してくれてありがとう。ということでね、今隣で猫好きも寝始めたということで、いつもやったらもうちょっと遅い時間やねんけど、多分今日遊びまくったから疲れたんかなと思いつつ、今日はね、こまりんライブここまでにしたいと思いますよ。あ、そうそう、ライブのね、アーカイブに残ってる。ちょっと待って、探してみる。でもね、もうライブも週3でやってるからすごい数になっちゃってね、動画を探すのも大変になっちゃったよね。どこでやってるだろう。こう探すのももう大変だね。今自分の YouTube 見てる。多分ライブの方が真ん中を中心を取ろうと頑張ってた気がする。ね。あった。102回。ちょっと待って、眩しくて見えない。これ102回のところ。これ。102回のところでね、結構このサムネイルにまさに映ってるねんけど、頑張ってたからね、参考になるんかな。私何やったんだろうこの回、もう何も覚えてない。そっちの方が作り方動画により詳しいと思う。ねえ、おまとめサイト作れるのかなってね、誰か作れないかなとか言って思ったり、基本がすごい今忙しくてね、やること多くてそこまで手が回らない状態。私も自分で何々を作った回何回やろうってもうわかんないんだよな。おまとめサイトみたいにできたら便利なのかなと思いつつ、作るの大変だよなって感じだよね。そしてありがとうございました。お疲れ様ですのコメントもね。院来の頃なんて自分何話してたかもわかんないもんな。102回で一応回転グルコは作ってたらしい。わあ、久しぶりに見に来れましたって。いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日はね、このセリアのシートを使いまして、作ってみたのがなんかこんな感じのすごいアートなものが完成し、対抗し作ったやつは、こちらの感じでした。でもこれはこれでおしゃんなんかなって思ってる、今のところ。あ、そうね、今ね、チャット欄に回転グルコの、最初の考案者さんもいてくれるからね。レジンがベアリングに入ってしまった場合も、動き悪くなる。そうだよね、なんかいろんな要素があるんだよね。で、5個ぐらい作ったねんけど、なんかまともに使えたの1個ぐらいやった気がする。結構難しいよなって思ってる。ね、お疲れ様でしたのコメントとかね、こちらこそありがとうございました。次回は月曜日の12時の配信ですが、ちょっと最近シェイカー作ってないからシェイカー作りたいな。どうしよう。これ、もうちょっと種類増やしたいから作ろうかなと思いつつ、いや、こういうシェイカーじゃなくて、なんか他のシェイカーもやりたいし、なんか、作り忘れてるやつもある気がする。あと今日、整頓してて思い出したねんけど、大阪のイベントでね、こんなプレゼントいただいてたんだったー。これ多分キャンドゥのモールドやと思うねんけど。引き出しの中に一回入れちゃって忘れとったねんけどな。これを大阪のイベントの時にこまりっこさんにいただいてたので、これで何か作りたいなと思います。最近キャンドゥにこういうデカプレート系のモールド多いよね。100円かな ?200 円かなこれ。でも200円やったら200円って書いてあるよな。この大きさで200円のやつ最近キャンドゥですごい見る気がする。キャンドゥで合ってるかな？キャンドゥだよなって。よくわからんけど、この形とか前回わからん時とかこっちでやればよかった。これとかめっちゃ可愛いじゃんって後でね、思ってた今日見つけて。キャンドゥですだって。100円かなこれ。200円かな年末年越しライブやろうと思っとるけどさ、内容どうしようって感じになってる今。年越しどうせ暇だからね、私。
ライブはやろうと思ってる。何やろう。で、去年はみんなの部屋見せてライブしたねんけど、今年夏にやっちゃったんだよね。YouTube4 万人記念の時にね、ちょっと頻度が高すぎると応募する方も前と変わってないやってなると思うんで、年1ぐらいでみんなの部屋ライブはやりたいなって思ってて、そうなると別のことを年越しにやりたいねんけど。あ、200円やってこれ。キャンデーで同じの200円で買った方がたくさんいてたね、これをやってみたいからな。でもシャカシャカもちょっとやりたい熱が出てるから、そのあたり来週作るんじゃないかなと思います。ね、私も思った。セリアのモールを作ってるエコーさんじゃんって思って。すごいね。こんなんも作れるんやって思ってた。年越しのネタ。そうそう、31にカウントダウンして、わーみたいな。去年と同じだよね。そうしようかなって思ってる。あとクリスマスはちょっと、長時間ライブしようかなって思ってる。ただ、それもレジン作りたいんでね、作っとると思うんやけど、年越しどうしよう。でも、ほんまレジン作りたい。レジン以外に取り柄がないと思ってるから、自分に。あ、で、明日のね、21時に、何だっけ、ホビーショーについて、ちょっと皆さんに相談させていただきたいことがあるのでね、それを相談するライブを明日の21時にやりたいと思ってます。多分他の SNS やってない方はまだわかんないと思うからね、どうしよう。今発表するよりやっぱ明日のライブでババンって発表しよう。ね、ちょっともし明日時間がある方は夜21時からレジンじゃないライブをやるらしいのでね、お暇な方は遊びに来てくださいね。私もね、ヘアライブの前だけ綺麗に、ヘア動画出す前だけ綺麗で、それ以外の時ずっと汚い。みんなそんなもんだよね。もしね、年越し配信でやってみてほしいこととかがあったら、コメントとかに書いてもらうとね、なんか考えてますよ。そう、明日ね、21時から、なんか、レジンじゃない何かのライブが行われるらしいんで、もし時間がある方は、もし SNS 見てない方がいたらね、多分まだ知らない何かが発表されると思うので、見てみてください。ということで本日もありがとうございました。皆さん本当に体調を崩してる方とか、学級閉鎖がめちゃくちゃあるってことが今日発覚したんで、気をつけて過ごしましょうね。ということで本日もありがとうございました。楽しい土日をお過ごしくださいね。じゃあまたね。バイバーイ。